カヤネズミの巣です。中にいるんだろうか。瀕死の鬼山様を凛から救いました。天気のいい日は早朝からみんなを外に出して朝食も外であげるようにしている我が家。私も時々外で朝食を食べることがあるけど、新鮮な空気を吸いながら食べる朝食って美味しいんですよね。3人にゆっくり外で過ごしてもらっている間、私は小1時間ほど草刈りをしているのですが、今年初めて刈ります。それをカラビが心配そうに見学してる。大丈夫だからね。クマさんが来たらすぐ教えてね。よし、頑張ろう。うまく草刈りしてたら、これは巣だ。中にいるのかな。カヤネズミらしき巣を見つけました。カヤネズミの巣です。中にいるんだろうか。聞けば最近は生息環境の減少からカヤネズミの巣を見つけるのは難しいんだそうです。そうは言っても我が家もクマなどの野生動物対策として草を刈っているので刈らないわけにはいかないんです。申し訳ないと思いつつ巣を横へ置いたんですけど、後から聞いた話によるとカヤネズミは頻繁に巣を移動しているらしく大丈夫だよと言われたのでほっとしました。ごめんね。クマ対策で刈らなきゃいけないんだ。1時間じゃあんまり刈れません。やっぱりこのタイプの草は疲れる。どなたありがとう。一緒に見学してくれたね。見守っててくれたね。ありがとね。心強いわ。タナタンが見てくれてるだけで心強い。全然違う。よし、散歩行こっか。ね。草刈りを終えてタナと散歩していたら突然何かを見つけて探し始めたタナ。何かいたね。モグラさんかな。パッと見た感じ大きさは手のひらくらいのサイズでモグラかなと思ったんですけど、実は生のモグラをまだ見たことがないんです。なんだろう。黒くて見てきたからかな。モグラよりも大きかったな。モグラかな。でも生でモグラ見たことないから。何だったんだろうね。目が悪いからはっきり見えなかった。やっぱいた。モグラさんか。待って。モグラだ。モグラさん。ちょっとモグラさんだぜあれ。やめて。モグラさん。休憩してる。あのお手手はやっぱりモグラさんだ。初めて見た。なんで水路にいるの？調べてみたらモグラは泳げるみたいなんだけど、種類によっては得意な場合とそうでない場合があると書いてあったので、この子は得意じゃなかったのかもしれません。モグラさんだ。あんたがくわえるから。もともと水路にいた子なのでその場を後にしました。もう散歩どころじゃなくなっちゃった。すごいパワーが半端ない。うわ、切ったな。もう
参ったね。そして散歩から戻ったら、はい。今、瀕死の鬼山様をリンから救いました。リンが鬼ヤンマを捕まえて遊んでたので慌てて救助しました。羽がダメかもしれない。もうね、リンちゃん、リンもスズも蝶やトンボをよく捕まえてるんだけど、食べてはないみたいなんだけど、鬼ヤンマだけはやめてほしいんだよね。鬼ヤンマ様だけはね。スーさん、それからアブが飛んでくる季節になった時に鬼山様にはいつも助けてもらってるから、野生動物が宝庫な我が家、うまく共存していくのも大変です。前回のライブでチャンネル登録10万人を記念して質問に答えますよっていうことを言ったと思うんですけど、たくさんの方にご質問をいただきました。個別に回答させていただいたものはあるんですけど、複数名の方からいただいたコメントや普段のコメントでもよくいただく質問とかには動画の方で回答させていただこうと思います。で、今日はそのうちの一つ、HH さんから質問をいただきました。草刈りと木の伐採について知りたいです。家の周りに親が植えた木とお隣から侵食してきた竹がかなり増えていて困っています。業者に頼めればいいのですが、現在、ちょっとここは個人情報なのでちょっとぼかさせていただくんですけども、とあることを控えていて、経済的な余裕がなく自力でやるしかないのです。ご教示いただけたら嬉しいです。という質問をいただきました。で、草刈りのこととかもご質問いただくことがあったので、これらについてまとめて回答していけたらなと思っております。でね、私もこれあるんですよ。実は。今までは賃貸だったのでこんなことなかったんですけども、このお家に引っ越してきて一度ありました。うちの土地って飛び地であちこち土地がありまして、この家に引っ越してきてしばらく経った時に、その飛び地のうちの一つを不動産屋さんから、こういう方が売ってほしいっていうふうに言ってるんだっていうことは言われたんですね。で、私としてもこれからいろいろ活用していきたいなと思っていたところだったので、ちょっと申し訳ないんですけどもっていうことでお断りさせていただきました。その土地は結局ワンズと車中泊で動画にも出してるキャンプ場ですね。最近全然行ってないんですけど、キャンプ場の土地を売ってほしいって言われたんですよ。それで、私もそう言われてからいろいろじっくり見てみたら、横に小川が流れてるし、これはキャンプ場にいいんじゃないかっていうことで、やっぱりお断りしてよかったなってことで、草を買ってね、キャンプ場にして、遊んだりしてたわけなんですけども、その時に川に倒木があったんです。景観を悪くしているなと、その木を切りたいなと思ったんですけど、その木が生えてる横っていうのはもう急斜面の山なんですよね。崖みたいになってるところの木が倒木してました。根っこから倒れてたんだったかな。で、とにかく私法律のことをよく知らなくてね、その時調べてなかったのもいけなかったんですけども、自分で勝手に切っちゃいけないかなとは思ったので、一応持ち主の方を調べたんですよ。そしたらその土地を売ってくれって言った人だったんですね。嫌な予感しかしないですよね。直接その人と話したわけじゃなかったし、不動産屋さんを通して、ちょっとお断りしたっていう形だったので、とりあえずお話はしてみようと思って電話番号を聞きまして、その方に直接電話をしました。お断りして申し訳ありませんでしたと、こういう理由でまだちょっといろいろね活用しようと思っているところだったので、ちょっとお断りさせていただいたんですけどっていうことを前置きとして話したんですね。そして実は川のところに倒木があって切りたいんですけども、切ってもいいですかっていうふうに聞いたんですよ。そしたらもうね、開口一番怒鳴られましてそれだけでもなく、
なんかいろいろ言われましたね。で、まあそれはね、私もちゃんと調べてなかったからいけなかったんですけど、先方に手間をかけさせたら申し訳ないと思ったから自分で切ろうと思ってたんですけど、実は法的には相手の方が切らなきゃいけないんですね。で、まあもちろん話し合って切ってくれたらいいよって言われればもちろん切ってもいいんでしょうけど、でも基本的には先方が切るらしいんです。私は切ってもらうっていうのはすごく手間がかかることだし、申し訳ないっていう気持ちがあったので、それで私が切ろうと思ってたわけなんです。で、まあ木自体も倒木してるものだから何も使い道があるものでもないし、断られることはないだろうと思っていたんですけど、で結局ね、それもまあ切ってももらえなかったし、私もまあ切らなかった。その当時っていうのは2021年だったんですけど、2023年の4月に改正民法っていうのがあって、隣の木の枝を切ることができるようになったらしいんです。で、それは3つのいずれかであれば枝も切れるようになったっていうことなんですね。一つが木の枝を切るように催告したけども、所有者が相当の期間内に切除しないとき、まあ大体2週間程度だそうです。そして所有者がわからないとき。もう一つが休泊の事情があるとき。台風等の災害とかで休泊の事情があるとき。今までは裁判を起こさなきゃいけなかったらしいんですけど、これが裁判は起こさなくてもいいということになったそうです。私の場合は、まあ、1位に該当はしますよね。じゃあね、またするかって言ったらもう私は諦めました。はい。で、そんなことがあったんですね。HH さんのお隣から侵食してきた竹がかなり増えて困っていますっていうことで、お隣から侵食してきた竹に関しては、自分の土地にもう生えてしまったものは自分で切るしかないんですよね。隣の家の木の枝とかが家の方に来て困ってるっていう場合には、切ってほしいっていうことを伝えて、切ってくれなかったらこちらで切って、で、その切った時にかかった費用っていうのは請求することができるみたいです。もうそもそもお願いして切ってくれないような人にお金を請求できるのか、払ってくれるのかっていう問題もあるんですよね。木の状態がどんな状態なのかちょっと見てないので一概には言えないんですが、やっぱり知り合いの方とかにお願いしてやってもらう。私も京都の家の時に友達にお願いしてやってもらったんですよ。お礼としてお金は払いましたけどね。もし払えないんだったら、今ちょっと経済的に余裕がないから今は払えないんだけど、また余裕ができた時に払わせてっていう風に言われたらいいんじゃないかなって思います。はい。そして、あと草刈りについてですね、草を刈るたびに違う種類の草が生えてくるんですよね。そのうちだんだん背丈の低い草ばっかり生えてくるようになるんです。最終的には芝生のような草が生えるようになるんですよ。これほんと不思議なんですけど、でもちろんね、刈らないとはいけないんだけど、伸びるのが比較的ゆっくりになるので、刈る頻度も減ってくるんですよね。そして刈った後が芝生みたいに見えてすごく綺麗なんですよ。なので、もう頻繁に買っていくしかないなと思います。もしお金に余裕があるなら、我が家でもクラピアを植えたんだけど、これはね、本当におすすめだなと思いました。クラピアは本当に背丈が低くて、もし刈るとしても年に1、2回ぐらいでいいんじゃないかな。綺麗な花も咲くしね。そうね、めちゃくちゃ伸びるわけでもないから、花も綺麗だし、全然刈る必要もないのかなと思います。クラピアは繁殖力があってあっという間に広がるって聞いてたんですけど、我が家の場合はちょっとあまり広がらなかったんですね。土地によるのかな、土地というか土によるのかなと思いました。我が家の土地はあんまり向いてないんだろうなと思います。広がるスピードもだいぶ遅いですしね。余裕があるならクラピアを植えられたらいいのかなと思います。人工芝とかも考えたことあるんですけど、せっかく自然の山の中に暮らしてて、人工芝はないかなと思って植えてないんですけど、猫に関して言うと、草があると虫もいて、その虫を追いかけたりするので、猫にとっては人工芝の方がいいのかなっていうふうには思います。足も汚れないしね。でもね、個人的にはやっぱり犬も猫も自然の土とか草の上を歩くっていうのは健康にはすごくいいと思っているんですよね。そういう観点もあって外に出してるんです。はい。ということで草刈りと木の伐採についてお話ししました。参考にしてみてください。いくよ。
素早く見つけるよね。これであれかな。